おどすこんちこんぼポテトズキョポテトムスやっていただきます。よろしくお願いいたします。ということでですね、今日はですね、総合値についてお話をしていきたいなと思います。今現状で分かっていることをですね、お話ししていってですね、またなんかね、違うことがあれば、また、追加でね、動画出していきたいなと思います。現状で分かっていることを話していきたいなと思います。総合値問題ですね、これどういうことかってですね、皆さんが結構コメントあってですね、ちょっとお話ししていくんですが、ピルロがですね、例えばこれ今ミランのピルロ、総合値が91なんですけども、OMF に変えるとですね、92って上がるんですね。で、もちろんこのピルロは OMF が薄い適正なのになんで総合値上がってるんだというお話になっていきますね。24から何いろいろ変わって適正に関係なく総合値下がんなくなったのみたいなね意見とかもあるわけなんですけども、これ結論から言います。能力下がってます。すいません、知りたくない現実かもしれませんが、能力は下がっちゃってますね。と思われます。この後実際やってみます。実験やってみますけど、これですね、総合値の表示に対してですね、ルールがあるですね。このルールかなと思われるところでお話ししていくんですけど、2つあります。1つはですね、濃い適正使った場合は登録ポジションの総合値になるというのが一つ大前提のルールになってます。なのでピルロはボランチ登録 DMF 登録なので、センターミッドフィルダーで使っても91になりますよというところですね。こんな感じで91になりますよ。でボランチで使っても91。ピルロって裏総合値で言うとですね、こんな感じでセンターミッドフィルダーって101なんですよね。101なんですけど、登録が DMF なので DMF の総合値が出てますよという形になります。これが総合値のルールになるんですけども、もう一つ本適正以外で使ったところのルールっていうのは一つあって、それはその時のリアルな総合値になってますよっていうことになります。でこのリアルな総合値って何かっていうと、実際そこで使った場合、その能力で使った場合の総合値から、適正ポジションじゃない分のデバフがかかって下がった時の総合値ですねになってますよという形になります。なのでピルロは92なんですけど、ピルロの能力ってそもそもですね OMF の総合値が上がりやすい能力値をしているということなんですね。なので下がっても DMF よりは総合値が高い状態になってしまっているという形になります。実際は能力すごく下がってますので、使ってて例えばスピード感がすごく遅いとかっていうのはありえますので、そこはね気をつけていただければなと思います。ちなみに今回のチームスタイルはプラスマイナス0の状態になってます。チームスタイルレベルのことね以前動画にしましたけど、今現状プラスマイナス0の状態で分かりやすくするためにねそうしてますのでね、よろしくお願いします。分かりやすくするためにネイマール持ってきたんですけど、ネイマールは ST 登録で86なんでサイドミッドフィルダーで使っても86。このネイマールですね、実はサイドミッドフィルダーとか使うと総合値83なんですね。 OMF で使っても84とか下がっているはずなんですが、登録がね ST で86なんで86という風に表示されますよっていう形になってます。総合値87のネイマール、このネイマールをですね、例えば左サイドミッドフィルダー持ってくると左ウィングで87なので左サイドミッドフィルダーでも87と、ペサーブで見てもですね裏総合値は85なのに登録ポジションがウィングなので87というように出ますよという形になっていきます。で薄ポジションの薄い適正のところを見ていくんですけど、例えばですね右サイドミッドフィルダー78ですよね。濃い適正じゃなくなるとですね78になるんですね。チームパワーも下がってますよね。実際に下がった能力になっていますよという形になります。先ほどのネイマール、これをですねこっちに持っていくと76という数値になりますね。裏総合値76なので76と出ますよという形になっていきます。以上の2つのルールがですね適用されているためにですねあべこべみたいな感じになっているというところになっていきますね。この理論が正しければですねピルロの能力が下がってるはずなんですよ。でお前本当かというところになっていきますので、今から検証していきたいなと思います。ダッシュ測定やっていきましょう。測定方法はですね今までと同じ形になっています。ハーフラインからねペナルティエリアまでの時間を測って1秒間60個まで測ってますよという形ですね。ちなみにこのピルロスピードが75ぐらいだったかな、そんな形になっています。はい、ということで4秒28コマという形になりましたね。じゃあここからですねこのピルロを OMF に変えてですね総合値上がった状態でこれで測定していきましょう。これで下がんなかったらどうしようね、ちょっと緊張してますけども、OKOKOK はいということで見ていただきました。4秒34コマですね。よかったちょっとね緊張してましたけど、でもね今見た通りですね確実に能力下がってるということが分かりましたね。でちなみにで言うとですね、これ前回クロスターマンでスピード85
の状態で測った時に4秒20コマ4秒21コマぐらいだったんですよね。その時はスピードが2上がるごとに1コマぐらい速くなるのかなみたいな話をしておりました。でここで今計算するとですね、ピルロ75なんですよね、スピードは。で75で今回8コマぐらい遅くなってるんですよね。なのでスピード10下がって8コマ遅くなってるんですよね。そう考えるとですね、ここの区間で言うとスピード1に対して 0.8 とかそれぐらい下がってるんだなというのが分かりますよと。もしかするとですね、90代とか80代とか70代とかだとまたね、そのスピードに対する言い合いっていうのが若干違ってくるのかもしれないですかね。だんだん上がっていったり下がっていったりするのかもしれないですね。で仮にこれが例えば今この区間で言うと、0.8 ぐらいですかね、下がっていると考えるとですね、今回ピルロ OMF にした段階で6コマ遅くなってるんですよ、大体。で6コマ下がってるということはですよ、単純計算でいくとスピード値でいう7とかそれぐらい下がってる可能性も出てきましたね。なので著しく落ちてるということが分かりました。特にスピードはこう分かりやすいのでね、こんな感じなんですけど、そう考えると他の数値ですね、このドリブルだとかパスとかそういったところもかなり落ちてんじゃないのかなっていうのは容易に想像できるのかなと。普通に考えてですね、これ OMF で使ったらこの選手多分総合値100とか超えるはずなんですよ。超えるはずなのに92まで下がっちゃってるってことは相当下がってると思うので、その辺をね含めて、起用法ですね、参考していただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。ちょっとこんな感じの説明で分かりますかね。ちょっとバーっと今頭の中にあることをバーっと喋ってしまったんですが、もし分かりづらいとかこれどういうことですかとかあればですね、コメントで教えてください。全然質問していただければお答えしますのでよろしくお願いいたします。ということでですね、今日の動画これで終わりたいなと、今回の動画これで終わりたいなと思います。よかったら高評価チャンネル登録していただけるとすごく励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今日の動画これで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。